しっかり進んで、よし、折り返しました。プリミティアプレイヤーエールです。今回はモノレールを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、謎の力をうまく使って、レールの上を往復できるようにしたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは、フソー66さんが発見した謎の力について、氷を使って検証しましょう。モーターではなく、反作用の発生しないドローン動力でも、謎の力が発生することが分かったので、確認しておきます。滑っていきませんね。回転数が足りないみたいです。どんどんドローンを増やして、回転数を上げていきましょう。そして、左右に4個ずつ、合計8個のドローンをつけることで、勝手に滑っていく、謎の力の発生を確認できました。でも、力の方向が安定せず、どこに滑っていくのかわかりにくいです。そこで、ベアリングを使って、円を描いて動くように固定すると、緩い坂道で止まりましたが、私が手で動かして、反対側の急な坂道にぶつかると、力が反転して戻ってきました。これを繰り返せば、往復運動をすることができています。ドローンでもぶつかると力の方向が変わる、謎の力が発生することが分かったので、暖かい場所に移動して、謎の力を利用したモノレールを作っていきましょう。まずは、大きな生ゴムを切りながら、貼り付けるのを繰り返すことで、長い生ゴムにしたら、それによーくつけて、長いゴムにしましょう。これがレールになります。こちらに、ベアリングを組み合わせた滑車をつけて、滑らせることで、モノレールとして動かそうというわけですね。動力はもちろん、空気抵抗の強い草のプロペラを、推進力が出ないように回転させると発生する、謎の力です。せっかくなので、ドローンで回してみましょう。全部で8つのドローンをつけていますが、回転数は 50rpm くらいと、かなり遅いです。とりあえずこの状態で、固定を解除して、動かしてみると、おっと、倒れてしまいました。バランスが悪いみたいです。そこで、もっと幅の広いゴムのレールに変えて、それに合わせて、ベアリングを組み合わせた、安定性の高い車輪を作りました。さらに、私が立ってる高さを高くすることで、回転数が上昇することに気づいたので、この状態で試してみましょう。ダメですね。押しても滑っていきません。もっとドローンを増やして、回転数を上げてみましょう。そうすると、わずかに謎の力が発生しているみたいですが、バランスを崩して、うまく進んでくれません。硫黄の塊をつけて、バランスを良くしようとしましたが、うまくいきませんでした。結局、ドローン16個をつけて、高速回転させることで、なんとか進ませることはできましたが、一度端まで行って、戻ってきた後は、もう一度進んではくれませんでした。しょうがないので、他の形に変更しましょう。プロペラを横に2つ並べる形にして、バランスを良くしたものを、ドローン動力ではなく、10個のバッテリーとモーターで回してみます。こっちの方が速くて安定してますね。回転数も 180rpm あります。しかし、
この状態で動かしてみても、ぐらぐら揺れてはいますが、まともに進んでくれません。バッテリーを増やして、回転数を上げても、やはり進みません。どうやら、ぐらぐら揺れて、謎の力が乱れているみたいです。ここで試しに、ドローン動力でも回転させてみましたが、この回転方式だと、ドローンの高さによって、推進力が異なるせいか、ドローンの推進力で、画面手前に動いてしまっているみたいです。これでは往復移動できませんね。もう一度モーターで動かす形に戻して、さらに安定感が増すように、タイヤの部分を縦に長くしました。しかし、この状態でも、うまく進んでくれません。その後も、横に倒してみたり、レールの材質をゴムより摩擦の低い木製に変えたりしてみましたが、うまく進めることができません。どうやら、幅の狭いレールを進むとき、左右にぐらぐら動くせいで、進もうとする謎の力が邪魔されて、うまく進んでくれないみたいです。そこで、木製のレールの幅を広げて、バッテリーを28本に増量。さらに、バッテリーの取り付け位置を、ギリギリまで下にして、バランスを安定させることで、横揺れを防ぎました。この状態で、後ろからそっと押してみると、しっかり進んで、よし、折り返しました。その後、スタート位置まで戻ってきて、また跳ね返って進んでいきます。これでようやくモノレールの完成です。今はまだかなり狭い範囲ですが、もっとレールを延長して、山の上まで行けるようにしましょう。レールは木の板1枚なので、設計図機能で木材を複製すれば、かなり簡単に延長できます。でも、あまり急な角度をつけると、登ってくれそうにないので、このくらいにしておきましょう。これで長いレールができたので、早速モノレールを走らせてみましょう。果たして最後まで行くことはできるんでしょうか。水平から少し角度がついたところに行くと、ダメですね。ここで揺れて止まってしまいます。そこで揺れて速度が落ちたりしないように改良していきましょう。いろいろ試しましたが、結局草を重ねた空気抵抗を受けやすい板をモノレールの上に取り付けることにしました。この状態で走らせると、よし、空気抵抗が揺れを防いで、いい感じに進んでくれています。そして、かなりの距離、レールを伝って移動してくれました。それでも、最後の坂は急すぎて、途中で止まって引き返してしまいます。残念ですが、それなりの距離を進むことができたので、よしとしましょう。もちろんスタート地点まで引き返した後は、バッテリーの続く限り、往復して動いてくれます。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。スイッチを入れると、謎の力が発生して、モノレールが進んでくれます。そのままついていきましょう。徐々にレールの角度が急になっていきますが、ある程度の坂道なら、謎の力のおかげで、ぐんぐん進むことができます。しかし、最後の坂に差し掛かったところで、動きが一瞬止まって、引き返し始めました。ちなみにプロペラの回転数は、480rpm と、最高回転数です。そして速度の方は、秒速 1.6 メートルほどと、そんなに速くはありません。でもそのおかげで、モノレールが壊れることなく、スタート地点にあるゴムのストッパーにぶつかって、再び進むことができました。こ
これなら荷物の輸送にも、ちゃんと使うことができそうです。それでは最後は、スライムを捕まえてきて、モノレールに貼り付けたら、山の上まで運んでいきましょう。折り返し地点まで来たら、スライムを取り外しましょう。おっと、スライムをキャッチできず、逃げられてしまいました。なんとか追いかけて、捕まえましょう。よし。結局元の場所に戻ってきましたが、無事にスライムを捕まえられたので、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし。スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、モノレールさんにも、お裾分けしてあげます。はい。どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。